僕ムーです。今回も Vlog をやっていきます。画材の話だったりとか、イラストの制作過程、落書き、感謝の気持ち、アニメーション作り、コンビニプリント、ショート動画で好評だったフイオンノートの開封動画もあります。ご飯を食べたり作業をしながらゆるゆる見ていってくれると嬉しいです。それではスタート。今日はこのイラストをコピックで塗ろうと思ってます。オリジナルイラストをコピックで塗るの久しぶりなので楽しみです。一応このイラストの大体の色味はデジタルで決めました。コピックでこの色があるとは限らないので、なんとなくです。今回もクロッキーで描いたアナログの写真を取り込んで、それの上から線画を描く感じで仕上げました。こんな感じで線画が完成して、色も決めたっていう感じです。今回このお夫婦さんのミックスメディアスケッチブックに試し塗りしてみました。このデジタルで塗った色に、近い色を探すっていう感じですね。背景がこんな感じで試し塗りをしました。大体ないので大体思った色はないので、近い色だったり、この組み合わせがいいなっていうのをこのスケッチブックで決めて、それを本番に塗っていくっていう感じでやってます。目塗ってきます。僕の目はこの色で塗りました。影はね、だいたいこの BB000 とか BB0000 を使ってます。この下にね、画用紙引いてるから試し書きがねすぐできてすごくいいです。ここまで塗れました。ショート動画の方でコピックでの肌の塗り方について解説してみたので、見てない人は見てみてください。コピックを散らかしながら塗っています。ここまで塗りました。一応ね、設計上はね、背景にね青色を塗ろうと思ってるので、これからね背景をねこのお夫婦マーカーの青色で塗っていくんだけど、すごく心配です。お夫婦マーカーのペン、こっちのファインっていう方が細字のペン先になってるんだけど、これめっちゃ塗りやすいわ。背景塗れました。なんとかなりそうな気がします。ここからどんどん書き込んでいきます。完成しました。背景もいい感じになったと思います。油断してたら1万人超えてました。みんなありがとうございます。こんなにたくさんの人に登録してもらえると思ってなかったのでびっくりです。前にもし1万人いったらグッズとか出そうとかってゆるーく考えてたんですけど、何もまだ準備してませんでした。もう全然まだまだ先になるかもしれないけど、グッズとかいずれ出したいなと思ってるので、もうちょっと待っててくれると嬉しいです。本当にありがとうございます。じゃーん、マルマンのスケッチブックとクロッキーの缶を買いました。この缶めっちゃ可愛くて買ったんだけど、なんと中身も入ってるんだよね。このクロッキーの方は100枚のクロッキーの紙が入ってて、でこのスケッチブックの方は50枚かな、50枚のこのスケッチブックの紙が入ってます。せっかくだからまずはこのクロッキーから100枚ね描こうかなと思って、最終的にはハーフパン、こういう感じで僕は水彩絵の具を
固めてハーフパンっていう入れ物に入れて、この缶詰にしまってるから、これの代わりというか、他にもね色が増えたのでね、これで分けたいなと思って買ったんだけど、まだ中身にね紙があるから、こっちからまずね100枚書いちゃいたいと思ってます。でクロッキーの方が終わったら、このスケッチブックの方の50枚をちょっと色つけて描きたいななんて思ってます。早速ね、さっきクロッキーの方のね1枚描いてみました。本当に100枚描けるのかどうか描いていきたいと思います。でも1年前と比べたら10分15分でこれぐらい描けるようになって、まだ全然まだまだなんだけど、本当に去年だと本当にね顔かどうかわからなくなるぐらい迷い線が多すぎて汚かったと思うんだよね。これをたくさん繰り返してどんどん上手くなりたいと思います。クロッキー100枚チャレンジ4日目、まだ2枚しか書いてません。本当に1年ぐらいかかるぞ、このままじゃ。大丈夫かな。1年以上かかるじゃん。しかもなんか白黒で描くとファンアートは誰かわからなくなる問題が発生してて、ちょっと塗ったけどわかるかなこれ。まあぼちぼち頑張ります。質問で、このハーフパンを入れるケース何使ってますかって言ってきてたんで、1個ずつちょっと紹介してみようかなと思います。ハーフパンっていうのはこういうちっちゃい絵の具を入れる入れ物です。これをね1個ずつ固めて入れてケースにしまってます。まずこの一番たくさんハーフパンケースが入るこのケース、これは Amazon で買いました。蓋の裏側も磁石がくっつくようになってるので、紙に磁石をつけて色見本を貼ってます。このハーフパンの方にも磁石を貼っています。ていうかこのケースはセットになってて、ハーフパンケースがで磁石もついてきました。でこんなにいっぱい持ってるのはなんか色ごとに分けようと思って買ったんだけど、だいぶなんかスカスカになっちゃった。これがねいずれいっぱいになったらね幸せな気持ちになれるかなと思います。で次にこのケースがちょっと大きくて作業机の上に置いてるとちょっと邪魔だなって思ったので、これは収納用に使いつつ、こっちの小さいケースを買いました。こっちは蓋が取れないんだけど、ここをねパレットに使うことができるみたいです。僕はあんま使ってなくて、ただこれこぼしちゃっただけなんだけどいつもこっちに絵の具を貼り付けたりして使いやすくやってます。でこれちょっと取っちゃったんだけど、こっちついてる。これがデフォの姿。ここにもパレットがついてます。で僕は梅皿っていうパレット使ってるからあんまりこれは使わないので、ちょっと机邪魔だなと思ったので、なんかこれ中になんだ鉄の棒みたいの入ってるから、それを頑張って押して出したらこれ外れました。ちょっとその外すとここちょっと尖ってるから、若干ちょっと気をつけなきゃいけなくてヤスリで削りました。縦に入れたら21個入って、こう横に入れたら22個かな。でもう一つ可愛いからこれ買ったんですけど、さっきも話した通りまだ中は紙入ってるんで、まだ使わないんだけど、一旦何個入るかなと思ってねちょっと入れてみました。26個入りそうかな。これも Amazon で買いました。でも普通のお店でも売ってるやつかもしれない。僕は全部 Amazon で買ったので、ちょっと概要の方に Amazon インフルエンサーっていうAmazon のね商品をまとめるサイトがあって、それを見てもらったら僕が普段使ってる画材が Amazon リンクで飛べますので確認してみてください。ちなみにハーフパンケースってなんかクッキー缶とかを使う人もいるんだけど、クッキー缶とかだとここのケースが深くてちょっと使いづらいと思います。なんか筆がねついちゃったりとか。ということでこのケースたちおすすめです。ラジオを始めるために今サムネイルを書いてます。
デジタルのイラストってめっちゃくちゃ久しぶりなので楽しんで描いてます。実はこのイラストをラジオの背景でちょっと動かそうと思ってるから、レイヤーをねすごく分けてます。例えばこの柵とか観覧車とかね、空が別になってて、人物もこんな感じで瞬きがねできるように差分があります。髪の毛も分けてあります。なのでこれをね今から別のアプリを使って頑張って動かしていきたいと思います。アニメーションちょっとだけつけれました。めっちゃちょっと瞬き、これを一個ずつやって、髪の毛をね少しずつ揺らしたりとかするので、ラジオの方はもう上がってると思うので、ぜひ完成がねどんな風になったかっていうのを見てくれると嬉しいです。お絵かきするラジオじゃなくて歌を歌ったりするラジオなんだけど、絵に関する話とかもね結構してるので、興味のある人はゆったりと絵を描きながら見てみてください。じゃーん、フイオン様からフイオンノートというものを提供いただきました。一応ねこれ書いた後はショート動画の方でレビューをね出させてもらおうと思ってるので、もうそっちに上がってると思うので、気になる人は見てみてください。うわーすごい、めっちゃ高級感のあるノート。これがフイオンノート。すごいすごい、ちゃんとカバーみたいなのついてる、ビニールの。すごいカバーに驚いてるんだけどいや高級感あるわ。うわーすごい開け方よ。これがフイオンノートか。なんかもうここなんか光ってるんだけど、ちょっとショート動画の方で上げてると思うんだけど、なんとねこのフイオンノートアナログで書くともうそのままデジタルになるんですよ何言ってるか分かんないですよね。これで本当に書いたらデジタルになるのか。すごい、めっちゃかっこいいんだけどこのペンかっこよすぎない？すごい。これで書けるんだ、ノートに。とりあえずこの説明書とでこのペン先の交換するやつとでこのケーブルが入ってました。でケースまでついてて、でこのケースに入れて、でなんかここにねちょっと磁石があるっぽくて、ここにくっつけることができるみたいです。充電はペンの方じゃないんだ。ここに充電するとこがある。早速ね本体の方を充電してアプリを入れてみたのでちょっと使ってみようと思います。登録したらね Bluetooth で接続ができました。ここでノート作って紙とかも選べるんだね。なんかノートっぽいカバーで紙をね斜線あったりとか、トゥードゥーリストとかも作れるよ。本当にこれで書けんの？すごい。すごい書けてる。めっちゃすごい。なんか難しいこといっぱい英語で書いてそうな感じだったけど、ほぼ読まずにできたよすごいねすごい。思った以上に魔法だったんだけどフイオンノートをしばらく使ってみました。見てください、タイムラプスまで残ってるんですよ。アナログに書いたのにタイムラプス残ってるってすごくないですか？本当に感動しました。こんなノートがあったの本当に知らなかったんで、いいノート、面白いノート知れてよかったなって思いました。基本的にはこのペンしか使えないので、このノート上で綺麗にはね消せないっていうところは結構難しいなっていうふうには思いました。一応このデジタル上で消しゴムみたいのはね使えるんで、これねこの消しゴムを選んでこすると消えるんですよ。なのでデジタル上で消しつつ、ノートの方は例えば修正テープとか修正液を使って
またその上から書くとちゃんとここに認識はされるので、修正自体はできるなっていう感じです。あともう一つすごいなと思ったのが、なんとこれね、スマホついてなくても使えるんですよ。このアプリを立ち上げてなくても後からこれに読み込めるんですよ。すごいですよね。で、僕も今めっちゃノート無駄遣いしてるけど、ノートなくなったらどうするんですかってね、コメントいっぱい来てました。そう、なんとね、ノートはね、このね、普通のキャンパスノートで、こんな感じで新しくノートを入れ替えて、こっち側で新しいノート作って、でもう書き始めるとこう新しいノートに変わるんですよ。もうボールペンの方は交換ができないので、この返信がね、何本かついてました。で、公式でもその返信は購入可能らしいですよ。これからもアナログのイラストを描くときに使っていこうと思います。今こんな感じで描いてます。アジサイは結構ね、毎年描いてるんだけど、今回はあんまり花びらを描き込みすぎずに、いかにアジサイに見えるかっていうのに挑戦してます。ちょっとどうなるかわかんないけど、うまくいってたらいいな。今回も最初はクロッキーにこんな感じで大まかにラフを描いてました。これが全体のラフで顔面のラフで、これを iPad の方で組み合わせて下書きにして線を描きました。こんな感じですね。最初にこの下書きを入れといて、で顔面の方もこの下書きに組み合わせたものをこれを下書きにして、これを元に線画をこんな感じで描きました。で、色もだいたい iPad の方でなんとなくは決めてます。全然変わるんだけど、大まかな色味としてはね、イメージはできたかなと思います。最近はもうこのやり方でだいたい固定化されてるから、どんどんね、作品の方を増やせていきたいなとは思ってます。完成しました。どうかな、アジサイ。結構雰囲気を描いた感じなんだけど、なんかちょっと湿って霧がかってるというか、そういう雰囲気が出せたんじゃないかなと思います。今回のコンビニプリントはこちらの2枚です。ライムスパークルっていう絵の具で描いた緑色の男の子と、雨とか梅雨を題材に描いたハイドレンシアの男の子です。アジサイって英語でハイドレンジアって言うんだね。初めて知ったけど、なんか綺麗だなって思って、その名前で登録してあります。ファンボックスプリントは売上の一部がクリエイターに還元されるので、購入してもらうと僕の応援にもつながります。いつも皆さんありがとうございます。次のイラストの線画が描けました。だいたいね、この色で塗ろうっていう色設計もできたので、これから塗っていきます。今回はコピックアクレアっていうものをね、追加したので、それもね、使って塗っていくのが楽しみです。今回もクロッキーで大体のラフを描いて、それを写真撮ってプロクリエイト上で、線を考えていく、配置を考えていくっていうのをやっていきました。最初すごいぐちゃぐちゃだったんだけど、なんとか整えて、でも顔が本当に難しくて、最後までお顔を何回も描き直してました。これを元にコピックで塗っていきたいと思います。今ここまで塗れました。ちょっと塗るの早くなってきた気がする。最初に設計してるのもあって迷わずに色塗りできてます。完成しました。久々に女子を描きました。やっぱり女子は難しいです。Vlog を見てくれてありがとうございました。今月もいろんな絵を描くことができました。楽しかったです。これからもゆるゆるお絵描きを続けていくので、応援してくれると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。